人間を襲って食べて成長するゲーム、恐怖の色、開発進捗動画第9回です。よろしくお願いします。ゲームタイトルの狩りが取れたな。イベントやストアページの準備に合わせて、この度、恐怖の色、すべてを食い尽くせが正式タイトルになりました。おお。PV 第1弾も先日公開したので、よかったら見てやってくださいな。ストアページは準備中ですが、もうすぐ公開できるかと。今回は何を紹介するの？今回は、マップ作成の進捗と、主人公のショゴスちゃんの挙動が少し増えたので、そのあたりを紹介します。先にすぐ終わるショゴスちゃんの変化を。腕が生えました。腕、なのか？リグは UE マネキンの腕とほぼ一緒だよ。ただしうねうねする。うねうねも含めて自作しましたが、とある有料アセットを参考にしてるので、ちょっと解説は控えます。まあ、そんなに複雑なことはしてないので、わかる人にはわかるかも。今までの触腕によるアクションに追加して、この腕でも攻撃したり、武器が生えたり、グレネードを投げ返したりできるように。グレネードなんか今まであったっけ？投げ返したいがために追加実装した。NPC の武装関係は基礎システムを開発初期に作成済みなので、こういうバリエーションは結構すぐにできます。では、次はマップの話を。仮メッシュでマップの構造に当たりをつけたものがこちら。いわゆるモックアップというやつ。街並みとかじゃなくて、一個の建物なのね。ちなみにこれは、ショッピングモールになる予定。言われてみれば、そんな気もするようなしないような。まあ移動ルートに絞って当たりをつけてるから、まだよくわからんとは思う。ここにちゃんとした見た目のメッシュを重ねておいて、実際のマップを作っていきます。これは、5月に出展するイベントへ向けた私有版用のマップですが、感触が良ければそのままとはいかずとも本編にも登場させるかも。あと、モックアップ時点で、いくつか追加でギミックも作ったけど、ネタバレが激しいので、私有版でのお楽しみということで。なんでショッピングモールなの？お試しとはいえ遊んでもらう以上、画面の変化がある程度欲しいと思ったものの、複数の建物を移動して、戦闘込みのクエストをこなして、みたいなことをするには、ブースでの私有時間では足りない。かといって、複雑な構造の建物を作るようなマップ作成の技術もまだないし、敵で、状況の変化を作るには、AI の行動バリエーションがまだまだ足りない。多少単調な構造でも内装とかで絵的な変化をつけやすく、それを感じる程度の多少の移動をするだけの広さがある建物。ショッピングモールはどうか？という話ですね。なるほど。移動については、ギミックを体験版に取り込む上でも移動が阻害される、解決するというロジックを持たせるためにも必要という考えです。そうこう言ってる間にだいぶできてきました。小物類とかエレベーターなど、今回新たに導入したアセットはこれ。ショッピングモールにありそうなものがあらかた入ってる万能さで、ポリゴン数も程よく抑えられてる有能アセット。なんかもう、このサンプルマップで全部良かったのでは。一瞬そう思ったけど、買い高の企画とか厳密に調整しようと思うと、自作メッシュ使った方が楽で、気づいたら、壁面とか柱とかは、ほとんど自作メッシュになった。今回一押しの自作メッシュは、この屋根を支える H 鋼のアーチ。これまた自作のクソデカ垂れ幕を吊るすために、屋根が謎形状になり、なんか構造が不安になったので作った。だから、そういうこと気にしてるから、時間かかるんだって。これをつけても謎構造だけど、なんかこう、なんとなく説得力が増すやん。装飾系は、アセットの方がやっぱり優秀なので、だいたいアセットからそのままか、改装して使ってます。今時点で、こんな感じになりました。まだ若干修正必要だけど、見た目はこれでおおむね完成。ちゃんとショッピングモールに見えるんじゃなかろうか。今回はこんなところで終わりです。お疲れ様。次回はイベント参加後になるので、そのあたりを報告できたらなと思います。よければまた次回も見てやってください。それでは、最後までご視聴ありがとうございます。